はいどうも、今回はこちらのテックラスト製 Android タブレットのジャンク品を修理します。ジャンク品ですが、袋入りでマニュアル等もついてるみたいですね。入ってたのは本体、何かのカード、ワランティカード、説明書ですね。ワランティカードは未記入です。で、説明書を日本語対応してますね。で、本体すごい綺麗なんですが、電源が入らないらしいです。このまま動作確認として電源を入れてみます。後ほど開始を見ますが、電源はここですね。押してみます。入らないですね。外観を見ていきます。まず画面ですね。画面は反射してしまっていますが、シミ等ないので画面の割れはなさそうですね。そして見にくいですが、まだフィルムが貼ってあるので、この下は綺麗かもしれないですね。背面はカメラとテックラストのロゴ。型番が P10SE になってますね。技適も通ってます。何かの蓋がありますね。次に底面。底面にはこの2箇所にスピーカーがあるみたいですね。隙間が空いています。正面から見て右側ですね。イヤホンジャック、若干歪んでるように見えます。電源ボタン、音量のプラスマイナス。これはリセットスイッチですかね。次に正面から見て左側、何もないですね。そして、上面。上面、タイプ C のコネクタがおかしいですね。他はないですね。タイプ C のコネクタですが、中ないですね。外周も少し歪んでいます。この辺も歪んでいるので、刺したまま落としたんでしょうか。この辺も欠けてますね。タイプ C のコネクタが壊れてしまったので、充電ができなくなって電源が入らないっていう可能性高いですよね。コネクタ破損のジャンク品って結構多いですよね。これは楽かもしれないですね。分解の前にこの部分蓋になっているようなので開けてみます。カバーを外すと SIM スロットが2つ。マイクロ SD のスロットが1つありますね。ということで、まずパッと見で分かったこのタイプ C のコネクタを交換してみようと思います。それでは分解していきます。まずはこの2本あるうちの右側のネジですね。左側は多分違うと思います。そして他にネジというネジはないですね。こちらのカバーも外れなさそうです。なのでこのまま開いていけば外れそうですね。ボタンがバラバラになってますね。こちらも落ちてきました。これで開きましたね。裏蓋アルミ製ですね。放熱性は高そうです。開けた中身はこんな感じですね。バッテリーにメイン基板。SIM スロットしっかりついてますね。そして問題のタイプ C コネクタですね。タイプ C コネクタもそうなんですが、こちらのイヤホンジャックでいいんですかね。フラットケーブルで繋がってグラグラしてるんですよね。これで大丈夫なんでしょうかね。とりあえずタイプ C コネクタをどうにかしたいと思います。そして見た感じ、基板のこの部分割れてしまってますね。これで他に影響がなければいいんですが、とりあえず基板を外してしまいます。このテープボロボロになってしまいますね。こちらはしょうがないとして剥いでしまいます。
今外してて気づいたんですが、この部分。フラットケーブルの位置、おかしくないですかね。本来はここに入ってると思うんですけど、すでにこれは一度やられてる可能性ありますね。一度やられてますね。これはやはりこの上側ですね。ということで基板外れました。イヤホンジャックも中に入っちゃってますね。コネクタに繋がれてるわけではなく、ぶら下がってるだけでした。これも無事だといいんですが。ということでこのタブレットすでにやられた後みたいですね。コネクタ交換だけで治ればいいんですけどね。どうでしょうか。そしてやはりこの部分折れてしまってますね。これは、コネクタをつけてからハンダーを盛ればなんとかなるかもしれないです。タイプ C コネクタの正常品との比較ですね。手前が中身がなくなってしまったもの。上が正常のものですね。中の端子が一切ないですね。そして運がいいことに先ほど比較したこちらの機能についているタイプ C コネクタとこちらのタイプ C コネクタ。ほぼ一緒のピンの幅ですね。これ付け替えて利用できれば付け替えたいと思います。ちょっと横の高さが違うんですけどね。まずは破損してしまったこちらのタイプ C コネクタを外します。苦労しましたが外れました。この基板からタイプ C コネクタを拝借します。コネクタの端子部の高さが足りないので、このコネクタではダメですね。無理やりつけることならできますが、さすがに強度は出ないでしょう。これはコネクタを購入ですね。コネクタが届いたので続きをやっていきます。アリエクスプレスでこんな感じのセットを購入しました。これで1000円ぐらいですね。Amazon でも1600円ほどで売ってるはずです。到着は約10日ほどでしたね。結構早かったです。問題はこの中に使えるのがあるかどうかです。これが近そうですね。上側にあるのがもともとついてたもの。下は購入したものですね。だいたい一緒じゃないですかね。ピンの上下位置は中身がないのでわからないので、基板に合わせてみてからですね。高さ的には大丈夫ですね。右側は少しきつめなので浮いてしまってますが、左側はしっかり入って着地しています。ではコネクタはこれで OK ですね。それではこの基板をもう一度掃除してコネクタを取り付けます。端子はこれで OK なので、次、周りの足の部分ですね。
こちら側の基板は折れてしまっているので、ハンダを盛るようにして強化しておきます。絶対偽物やろう、このワフラックス。結構性能いいんですよね。これでハンダ付け OK ですね。基板の補修も兼ねています。これだけ盛れば折れることはないと思います。この時点でショートがないか見ておきます。大丈夫ですね。基板を元に戻していきます。まだこの時点で電源入るかはわからないです。ある程度元に戻すことができたので、バッテリーを接続する前に安定化電源に一度接続して、ショートがないか確認しておきます。5V、0.5A ですね。
それでは入れてみます。ショートはしてなさそうですね。バッテリーを接続します。この状態で電源ボタンを押してみて変化があるか見てみます。電源ボタンは少々見にくいですが、このボタンですね。POW の基板側にもあります。変化ありますね。タブレット側は何の変化もないですね。リセットボタンがあるので、リセットボタンを押しながら電源を入れてみます。CC がついたので、これは上げてみてもいいかもしれないですね。電圧が下がってないので、1.5A にしておきました。もう一度電源ボタンを押してみます。電源入ってます。ピンと合ってないので、あれですけど。0%。バッテリーがないですね。バッテリーが 0% なので、このまましばらく充電してみます。しばらく充電したので、電源が入るか試してみます。電源ボタンで電源入りましたね。これで起動まで持っていければいいんですが。バッテリーがなくて電源が入らないですね。一度バッテリーの電圧を測ってみます。まずは充電してない状態の電圧ですね。3.7V ですね。次に充電している状態の電圧です。充電状態で 3.8V ですね。充電電圧が通常 4.2V なので低すぎますね。充電してないかもしれないですね。バッテリーに直接充電してみます。この方法を真似されても責任は取れません。安定化電源にはバッテリーの充電機能がついています。まずは確認だけします。中央下部にあるバッテリーマークが反応すると思います。反応しますね。3.71V になっています。これを充電してみます。それでは充電してみます。一度切って電圧が上がってるか見てみます。この状態で上がらずすぐに充電完了してないのでバッテリーは多分生きてますね。バッテリーがない状態で充電電圧がしっかり出てるか確認してみます。バッ
テリーがない状態だと 4V 出てますね。充電はできるみたいです。このバッテリーすごく充電電流低いですね。0.3A しか流れてないです。基板に接続しても変わらないのかもしれませんね。少し充電したので、これで元に戻してみて試してみます。3.73V まで充電できましたね。バッテリーも熱くなってないですね。それでは接続してみます。ここはつきますね。24% まで先ほどの充電で充電できたみたいですね。この状態で電源が入るか試してみます。電源入りましたね。電源入りましたが、安定化電源はほとんど変化ないですね。見にくいですが、充電マークがついてますね。充電エフェクトも出ています。しっかり充電してるんでしょうね。確認できたので元に戻します。そして無事がわからないイヤホンジャックもつけておきます。これは後々動作確認ですね。これで本体側は OK ですね。次に若干の歪みになったカバーのイヤホンジャック部分ですね。を直していきます。若干歪んでるんですよね。そして物的にアルミだと思うので、力で無理やり戻してみます。これで OK とします。次におそらく折れてしまった電源ボタンと音量スイッチをくっつけておきます。多分このままこうついてたんだと思います。貼り付けに使うのはこちら、スカルプチャー用のパウダーとリキッドですね。以前マルチメーターの修理に使用したものと同じです。爪を作るやつですね。これで OK ですね。若干位置は違いますが、まあ大丈夫でしょう。次にカバーのこの部分ですね。この部分も割れてしまっているので同じ方法で直しておきます。これで OK ですね。カバーの修復が終わったので閉じていきます。忘れていたこの部分のテープも貼っておきました。若干この部分は隙間空いてしまうのはしょうがないですね。歪んでしまっていて、これ以上は元に戻らないです。
外観の清掃をしておきます。それでは電源を入れて最終の動作確認をします。ライトを反射するので消してしまいます。日付が2020年8月3日始まりなので、そこまで古くないものですね。スピーカーも OK でしたね。タッチもスムーズですね。電卓。かなりスムーズですね。バッテリーはどうなんでしょうか。充電中にはなってますね。前回のフル充電が5分前になってますが、これはどうなんでしょうか。次に音量ボタンのアップダウンを試してみます。ダウン、アップ、OK ですね。イヤホンジャックは今スピーカーがないんですよね。何かいい方法はないものか。そもそも両面テープで貼ってあったイヤホンジャック耐えられるんでしょうかね。認識はしましたね。認識マーク出ています。反応はしているので断線はないと思うので、これで OK とします。イヤホン使うことないんですよね。充電量も 24% から 25% に増えてますね。充電ちゃんとできてますね。ということで修理は完了ですね。今回はテックラスト製 Android タブレットの修理をしました。このチャンネルでは今回のようなジャンク品修理や DIY をしています。内容がいいねと思ったらグッドボタン、また見たいねと思ったらチャンネル登録お願いします。それではまた。